こんばんは。今日も暑いです。全く雨が降らない日が続いてます。なんかね、昨日の新聞とかには天気予報みたいなニュースも載ってたんですけどね、雨が降りますよみたいな、全く降らない日が続いてますけどね。いや本当にね、エアコンかけてる部屋からちょっと外にっていうか廊下に出ようとするとめちゃくちゃ暑くて、これちょっとやばいっていう状況だと思われます。なんかね、今日の新聞にも載っていたんですけど、なんだっけ、またね、MUSD なんだっけ、スティーブルコイン、なんか今日説明会があったそうですね。今日じゃないけどまた説明会があったそうで、どこに書いてあっけな。で、何を説明したかっていうと、なんかね、商工会議所の人たちに、その今それを経営してる始めた人たちがそのコインをコインを始めた人たちが、このコインはちゃんとしてますよっていうようなことをまず話をして、で MUSD はテニアン島のオンラインギャンブルシステムで使用されるデジタル通貨で、投資目的ではなく決算資産として設計されてますよっていうことをまた説明したらしいんですよ。で、テニアンの法律に基づいて1対1で米ドルに裏付けされてますよっていうことをまた言ったらしいんですけど、もともとがこれそれとね、ブロックチェーン上で管理されて、全ての取引履歴が公開されることで透明性と追跡可能が確保されますよっていうことを言ったんですけど、結局同じことを言ってるだけで、そのブロックチェーンっていうところが一番の問題なんだけど、アメリカの登録を済ませないでそれを進めちゃ本当はいけない。テニアン島だけで使うならもちろん全然問題ないんだけど、結局は今の状態だと無登録日本や例えば韓国からドルをマリアナコインっていうの、その MUSD テニアンコインにね両替して送金したら、もうそこだけで登録なしで送金業をやってるって見なされるリスクがあるんだよね。違法送金扱いになることもあるから、めちゃくちゃ危ない橋だと思うので、なんで登録しないのかがまず分かんないんだけど、登録するにはテニアンが資本金をまず持ってることを、証明しなきゃいけないんだけど、それをまだやってないんだよね。それをやらない理由がよくわからないでしょ。やらないっていうのは、やらないのかやれないのかはわかんないんだけど、ナバルさんこんばんは。いつもありがとうございます。やらない今ね、
テーブルコイン、また今日ねそういう報道が出たんで説明したんですって。テニアンの人たちがサイパンの商工会議所の人たちに説明したらしいんですけど、なんでね登録をしないでまだ進めようとしてるのかが不可思議なところで、不可思議なところなんですよ。なんでね、アメリカに登録すればちゃんとしっかりステーブルコインっていうことにもなるし、ブロックチェーンで動かしてますよっていうことになるんだけど、なんでそこで逆にこう突っ込んで質問する人がいなかったみたいな感じ。なるさんこんばんは、いつもありがとうございます。サイパン病は治りましたでしょうか。サイパン病っていうのかな、日本にいてもサイパンにいても飲んだくれているからあまり変わんないか。なんでねサイパンで説明した時に誰も突っ込まないのかなって。そのブロックチェーンの方式で進めますから大丈夫ですよって言ってたまたそういう説明をしてたんだけど、なんでブロックチェーンなんで登録しないのって、金融業界のアメリカの法案にのっとってなぜ登録しないのっていうことを誰も質問返しをしてないみたいで、ちょっとその辺がちょっと不思議でしょうがない。そのまま黙ってみんな聞いてたのって感じで、新聞では説明されましたって、また説明がありましたっていうことで終わってんの。なんかね不思議に動いてる。あれ、なるさんこんばんは。昨日は恥ずかしかった。あれ、青根さんメッセージが撤回されましたって出てるけど、恥ずかしかった？恥ずかしくない、全然大丈夫だよね。うねさんこんばんは。でサイパンコさんはこんばんは、いつもありがとうございます。恥ずかしくないですよね、サイパンコさんね。綺麗だったよね。顔はないけどね。本当に顔はないけどみんなね可愛らしい感じの人たちで、ね、綺麗っていう感じかな。綺麗可愛いって感じの人たちで、今時っていう感じでもないよね。分かんないよね、後ろ姿そんな感じで、なぜまだトークンの裏付け資産に対する監査とかをなんで第三者のそれを受ければいいのに、体制がね本当にちゃんと言っちゃうと MSB 登録が必要だったり、各種の送金ライセンス取得が必要だったり、トークンの裏付け資産に対する監査、スマートコントラクト台帳の透明性公開、もろもろいろんなものが必要なんだけど、これに対しては一つも説明がされてない。顔ない人なの？顔あるけど
顔は綺麗だよ、みんな美しく可愛い人たちでしたね。そうだね。みんな一人ぐらいね、ちょっとこうなんて言えばいいの、これ最近は言っちゃいけない言葉なんでしょう。なんて言えばいいんだろう。一人ぐらいほら変な感じの子がっていたりしてもおかしくないんだけど、3人とかいると2人とかだと大体1人はほらあんまりよろしくないっていう子がいたりするっていうでしょ。みんな可愛いのよ。そういう感じでしたね。顔はありますよ、だから全然顔もあるしスタイルも良かったし、なんさ恥ずかしいって恥ずかしくないよ。全然だって誰だか分かんないよね、あれじゃ全然分かんないから全然大丈夫です。なんかね、本当に不可解な状態でそのマリアナスコインが突き進んでますね。NSB 登録がなければね、このまま進んでっちゃったら違法送金業者扱いになりかねないっていうこともあるし、もちろんマネロンのリスクもあるよね。そうするとやっぱり誰がこの先こういうことで迷惑していくかって言ったらサイパンの人たちなんだよね。地元住民っていうかサイパンでビジネスをしてる人たちが、もしこれがね本当にアメリカの制裁を受けるような羽目になるようなことになったらね、やっぱサイパンの住民 CNA 前の住民が迷惑を被るし、今だってちゃんとされてないから結構適当じゃんみたいに思われてるところもあるしね。実際私の知り合いにもサイパン結構適当なことやるじゃんって言われたけど、サイパンじゃないよあれやってるのって言ったりしたもんね。サイパンが別にやってるわけじゃないんだよ今はって。テニアン島っていう隣の島がやってることなんだよっていう話はしたけど、またなんかハート出てる。誰？なるさんじゃない、サイパンコさんうねさんかな。うねさんなんでメッセージ撤回したの？うねさんメッセージしてくださいね。コメント皆さんコメントお待ちしております。お越しくださってありがとうございます。何を言っていいかね。いつも少人数でダラダラやってるチャンネルなんで、なんかね、最近来ていただいたりしてとてもありがたいと思っているのですが、コメントいただけるととても嬉しいです。タカさん、こんばんはです。昨日もいらしてくれてましたよね。ありがとうございます。ありがとうございます。何話したっけ今。登録しないでなんで突き進もうかって
思ってるところがもうめちゃくちゃ不思議なんですよね。本当に不思議。普通だったら登録しちゃえばみんなにこんな説明することもいらないし、とにかく今ね、台湾とかからも、日本からも韓国からもお客さんを一生懸命呼ぼうとしている最中なのに、こんな裏付けや監査のない自称ドル通貨、自称だよね。なるさん、インチキコインなるさん、黄色白花柄、真ん中だよね。なるさんね、なるさん真ん中、真ん中です。うねさんうねさん、それをそのコメントを削除したの、さっき。そのコメントをさっき削除したのかな。サイパンコさん、黄色だ。見たよ、3人。3人娘、3人女3人の子ね。そうですね。お姉さんスクショしてみてますお尻映ってるからじゃないの。お尻見てんじゃないの。後ろ姿だからね。うねさんが好きな感じだよね、きっとね。うねさんがうねさんスクショしてみてはダメじゃないの、それ。ちょっと何、またメッセージが消されちゃった。メッセージ消さないでください。メッセージまたサイパンコさん消されちゃったの。皆さん、足何、足フェチじゃないでしょうねさん。長えなって。今時の子だよね。今時の子ですよね、きっとね。今時っ子だからね、これね、まだやろうとし、司法長官が AG の司法長官が訴えに出たけどね、どうなるんだか。まだ何にも、その裁判所がそれをじゃあ分かりましたって受け取ったわけでもないし、全く進んでるわけじゃないから何とも言えないんだけど、ね、このコインが外国人の間で自由に流通する、今のままでね流通するようになると、
中国もそうだし、他の国の資産移動を支援してるように見える可能性が出てくるから、ね、アメリカ領なのにもしそんなことをしてるとね、連邦法違反としてアメリカ政府が入ってくるっていう可能性もなきにしもあらずなのにね、何の話してんのちょっとその辺の人、すいません、うねさんなるさん3人中一番長いよ。長くないですよ、長えなとか何の話してるかな。コインの話してるけどね、結構ね。私今ステーブルコインの結構説明してるけど、聞いてた？聞いてるかな。聞いてないのかな。お尻ありがとうって。お尻ありがとう。聞いてるありがとうございます。ありがとうございます。コメントね、どんどんしてくれて大丈夫ですけど、そこはじゃあその辺でちょっと喋っててください聞いてなかったって、うねさん、そこでじゃあ喋っててください。私ね、一応これ今日ね、またそういう新聞でサイパンの人々にそういうふうに商工会議所の人に説明したっていうのが載ってたんで、お尻見てたんだよねさ。みんな腰が高いよね。腰が今時の人なのかな。もうスタイルが昭和のスタイルじゃないよね。昔の日本人っていうスタイルじゃなくなってるよね、みんなね。今時の人って感じのスタイルになってますね。いやだからこういうのってすぐ普通に意外とみんなどこが違反になるかなっていうのも分かると思うんだけど、なんでその商工会議所の人たちがステーブルコインって言ってそれをブロックチェーンでやりますよっていうので、へーって納得してその会議が終わったの、説明が終わったのかっていうのが意味が分かんないんだよな。ブロックチェーン技術でって、ブロックチェーン技術ありなんだけど、結局は自前で作って、これがうちのブロックチェーンですっていうことは技術的に可能だとは思うんだけど、あれなんかしたいな。またメッセージルネさん2つも消した。消さないで。だからこれがね、ティニアンのブロックチェーンです、うちの自前なんですって技術者がいればもちろんそれはそれで可能にはなると思うんだけどまた消したでもね、その大腸が結局は非公開、監査なしっていうことは透明性ゼロ、ただのなんて言ったらいい、エクセル台帳をブロックチェーン風に呼んでるだけになるから、で他の国の人々がね、ドルと1対1で交換できる通貨だと思っちゃって信じちゃって使っちゃった場合、詐欺に近い
問題が発生する可能性はあるよね。リスクはあるよね。で特にほら最近ではさ、アメリカとかはステーブルコインを発行して実用化してるわけだから、金融機関と同等のほら責任が問われてくるかけど、今の状態だと誰が責任取るのって、どこにじゃあその裏金じゃないな、なんて言ったらいいの、その資金がどこにあるのって、ステーブルコインにしたものの資金はどこにあるのっていう状態だから、ね、これつまり今のテニアンの構想は、うちの島はこれでこのマリアナスコインを通貨として使います、ブロックチェーンです、安心です、技術も詳細も規則の対応も説明がないっていう状態で、極めて危ういんじゃないのって思うんだけど、これは個人的感想だけどね、感想考え何なんだけど、だからブロックチェーンのと名乗るだけなら登録必要じゃないから、仕方ないっちゃ仕方ないんだけどね。これでだからなんでそこでみんな質問を返さなかったのかっていうのが不思議じゃないですか。普通そう思わない？裏付けのお金はどこにあって、ブロックチェーンは登録したブロックチェーンなんですかっていうことをね、なんで誰も問わなかったのかなって思うんですよね。思いません？あれ、会話、その辺の2人の会話終わっちゃったの？メッセージうねさん削除だらけされてどうしちゃったの？何そこ2人で何かやってたの？全然見てなかった。内緒話してたの2人で？もしかして全然見れなかったよ。全然見れなかったよ。お姉さん、そのメッセージの撤回のスピードが速すぎて、速すぎるよ、撤回スピードが。もう少し遅くしてくれれば見れるのに。うねさん、頭が読めないじゃんこんなの。そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。もうみんなしてそうなんあれそうなんです、みんなそうなんですね。人々なのかなって。そうなんです、出た、そうなんです、そうなんです攻撃出ましたね、出ました。でもね、ほんと不思議でしょうがないんだけど、それをだってさ、結構サイパンの信用にも関わることをさ、なんかそんな説明しましたとか言ってその内容が書いてあるけど、全くこの間の説明と同じやんって感じなんだけど、
タカさん、実質やる気ないだろ。誰が私はそんなことないよ。テニャンかな。テニャンがはやる気満々だよ。テニャンはやる気満々で、サイパンはよくわかんない。褒めたたえてた議員さんたちもいたし、高さまで何を高さまで仲間になってるの。そこ高さまで何ですか。ねえ、そうなんです。出た高さんまでそうなんですを使うようになったのをみんなして、まあそうなんですけどね、みんなそれを使うようになりました。やる気ないだろうと。テニアン側はやる気満々だけど、サイパン側は市長は止めに入っていたけど、結局覆されちゃって、司法長官が乗り出してきて今訴えようとしている状態だけど、お姉さんやばい反応してしまう。出た全部に反応しちゃってる全部に反応しちゃってる。まるまるもりもりさん、こんばんはです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。うねさんだんだん出てきましたね。出てきたよ、それ出てきたって感じ。出てきたって感じ。なるさんって何って何だろうね。ってなんだろうね。だからブロックチェーンっていうのは自分とこの制度でやってるブロックチェーンですよって言ったったろ。なるさん気づいてたくせ気づいたくせ気づいたくせか気づいたくせか。なるほどって言ってるって言ってるよって言ってますねなるさん、気づいてなかった方がちょっとびっくりなんだけどねえ、うねさんのね写真もね3秒出していいって言われてんだけどね、3秒出していいのかな昨日3秒出していいよって言ってたんだけど、いやだけどね、この状態でね、本当に海外の人がもしそのマリアナスコイン買い始めちゃったり
通貨交換しちゃったりしたらね、誰かが日本から韓国からマリアナスコインに両替して送金手に案内で利用ならいいんだけど、両替して送金の時点でまずアウトとみなされるリスクがあるよね。違法送金って送金業のあれがないからね、登録がないから、そこだけでアウトってなんないのかな。多分トランプさんがそこを目をつぶるのかなっていう感じかな。あとはどうなんだろうね。トランプさんもほらアメリカを盛り上げたいっていうのはもちろんあるわけだから、それで減税も出してるわけだから、まだね上院が通ってないからどうなるか分かんないけど、上院とあと大統領のサイン、これ大統領のサインはねトランプさんのサインでもう決まりなんだけど、下院で通ったけど上院でまだ通ってないんで減税は分からないけど、それはねやっぱりアメリカを消費者がもっとお金を使いやすくするっていうので盛り上げたいっていう法案だから、どうなんだろう。収入は少なくなるけどアメリカとしてのね、でも逆に増えるんじゃないかっていう見込みでやろうとしてるわけだよね。そういうことで忙しいからね、トランプさんもね、こういうとこまでね目が回らないかもしんないよね。裁判ってやってることがね矛盾してるんだよね、本当に。この間までなんだっけ、ゾーニング法案もゾーニングするのにそこに何か建物を建てたりなんだりするのにそういうゾーニングの認可とかがいるんだけど、そういうのなくすって言ってた法案が出てたはずなのに、どこ行っちゃったんだろうってくらい何もなくて、でなんか今日の新聞に載ってたのはそういう会議があったんだって。ゾーニングのもっと簡単にした方がいいんじゃないのとか、簡素的にした方がいいんじゃないのっていう会議があったらしいんだけど、で若い人が今の体制は古いとかなんとかって言ったら、古い人にもう黙れって言われて止められちゃったみたいで、会議を。その矛盾しているので成り立ってるんだ。いやもうね、それで矛盾してるよね。だって盛り上げていきたいって言ってんのに、でこの間はゾーニングっていうのをなくすって言ってたのに、その法案全くその話し合いどっか消えちゃったみたいで、今日の新聞にはだからそんな話し合いをしてる中で古い人に黙れみたいなことを若い人は言われて、古い法案は取り払った方がいいじゃんって言ったら、黙れって言ってこの会議は終わりって言って終わらされちゃったらしいんだよね。そんなことがでも新聞に載ってるっていうのもちょっと笑っちゃうところなんだけど、そんなこと載せるってよっぽど載せるネタがなくなってきたのか、もう逆に載せて、こういうのも載せていいよって言われて載せたのかよくわかんないんだけど、若い人がね若い意見を言うと止められちゃってお前黙っとけよ、いや昔からのやり方があるんだからみたいな感じで、もう会議終わりになっちゃったみたいな記事が載ってたんだけど、あと建設税のね、ゾーニングで言えば建設税
30万ドル以下のところに税金はかけないけど、35万ドル以上の建設物にはどんどん課税しますよっていうの。これじゃさ、大手入ってこれないよね。なんかする本当矛盾しすぎてるよね。そこには税金かけるんだって。小さい建物30万ドルって言ったら今の時代結構すぐ行っちゃうような金額だと思うんだよね。アパート1個建たないでしょ、今の状態だと。多分建たないと思うんだよね。税金は欲しいけど、税金は欲しいし、企業も欲しいし、でも安くはしてあげないよっていう、その辺に弁は図らないよっていう法律の方が大きいから、一体何がしたいんだろうって本当に最近思うよね。5月半ばぐらいに決まったんだよね。その35万ドル以上の物件に、建設物には税金をかけますよっていうのがどんどん上がっちゃうから、どんどん建てていく人もいなくなるし、じゃあこここんなにかかるんで違うとこ行こうってことになっちゃうじゃない、結局は。本当にどうしてこんな矛盾してんなと思うんだよね。でこの間はほら、インターネットが光がついてますよって言って、早くてここはいいですよっていうことを言ってたと思ったら、今日の新聞では郵便物も届かないって言って島民は観光業にはどう考えているのか。島民、もともとの島民、茶物とかっていうこと、それともエイリアンの人たちはやっぱり観光業を早く復活させてよと思ってると思うよ。島民でも政府関係で働いてない人たちはそう思ってると思うけど、でね、聞くとね、ミリタリーになるのも微妙みたいな意見があるんだよね。ローカルの人に聞くとね、もともとのローカルの人に聞くと、で政府でも働いてない人に聞くと、ミリタリーがいっぱい入ってくるのもちょっと微妙っていう考えの人も多くて、観光業をやっぱり復活させてほしいって思ってるっていう人の方が私は多く耳にしたね。観光業に力入れてるって言いながら、だから全く逆のことやってる気がするんだよね。取れるところからはさっさと取るぞみたいな。で目の前のことしか考えてない気がするし、こんな法案、建設業とかどんどんね、どっか行っちゃうよね。ここじゃなくてもいいわってことになっちゃうでしょ。サイパンじゃなくていいわってなるよね。でいて、この間もインターネットがそう早いっていう話をしてたはずなのに郵便物が届かないっていうのが今日新聞に載ってたの。10日アメリカ本土からもう届くのに8週間も10週もかかることがあるんだって。私もね、前に eBay で本当に
ね、本当に強盗入った後すぐ後ぐらいかな、 eBay を立ち上げて eBay で売ったのね。そしたら変なやつにクレームつけられて返されたの。だけど物がうちに届くまでに2ヶ月半ぐらいかかったのかな、3ヶ月近くかかったのかな、3ヶ月だ、3ヶ月ぐらいかかっちゃって、そうするとカスタマーサービス eBay のカスタマーサービスはクローズしちゃうのよ。もう何もなかったですねっていうことでクローズさせられちゃって、それで私が売ったのはその時ヴィトンのバッグを売ったんだけど、それが返品になっちゃって、そしたらヴィトンの保存袋とか小物系は取られちゃって、どういうことと思って盗まれちゃったわけ、その売った人に。でクレームを eBay にバンバン出しても無視だし、もうクローズされましたって言われちゃったし、荷物がね届くのがとにかく遅いから、これ狙われやすいよね。逆に eBay とかでサイパンとかは郵送物が遅いから、クレームの処理には期間が決まってるから、それ過ぎるともうクレームができなくなっちゃうのね。すごい偉い目にあって、だからその人はレコードを見るともう言いがかりでそうやって返してばっかりいる人だから、きっと保存袋とかそういう箱とかそういうのをね集めてる人なんじゃないかなと思ったのね、その履歴を見たら。常習者だと思うんだけど、そういうことも訴えられないっていうか、荷物が届くのが遅いがためにね、ちょっとって思ったけど、他にもね保存袋あったから別にいいやと思ったんだけど、あんなのね eBay とかももっとサイパンのことを考慮してほしいよね。Amazon とかでもグアムは届くんだけど、グアムは選択できるんだけど、北マリアナ諸島サイパンは選べないっていうのいっぱいあるんだよね。グアムだと送料無料なのに、サイパンだと送料がいきなり$100になったり、本当意味がわからない状態。同じなんだっけ、郵便なんだっけ、US なんとかとかっていうのを同じのを使ってる LINE なのに、なんでこんなに違うんだろうって。ここグアムは届くけどサイパンは届きませんっていうものが結構多いんだよね。多いっていうか、だから買い物ができないっていうところが多い。ちょっと不便。今日ね新聞で、だから郵便物が届かないからもっと届くようにしてくださいって言ってたけど、ほんとその通りだと思う。3ヶ月10週間って 3ヶ月ぐらいだね。本当に3ヶ月ぐらい届かなかったうち。ちょっとね、どうやっ飛行機が飛んでるからそこに乗せてくるんだと思うんだけどな、多分船便なのかな。船便だともっとかかるかな。なるさん、それは困るね。そうほんと困ると思うよ。でも昔は私はほぼほぼ買い物なんか今もしないんだけど、ほぼほぼ昔から買い物なんかしないから、ネットとかで日本に帰った時買い物は済ませて帰ってきたりしてたから、
昔はね本当になんか困るっていうようなことを感じたことはなかったけど、今はねなんかネットでお買い物しなきゃもう絶対日本に帰れない状態でいるから無理じゃない。だからそういうのを思うと郵便物は早く届いた方がいいなとは思うよね。こういう自分の買い物じゃなくてもこの私なんかで言ったらこの eBay とかの返品クレームとかに対応できなくなるからやっぱ早く届いてほしいよね。こんな場所詐欺とかに狙われるよねこれ本当に。クレーム窓口が閉まっちゃうから、例えば3週間の間は eBay でその間を取り持ちますけどその後は知りませんよっていうような規約があるのよ。もう3ヶ月とか言ったらもう全然クローズになっちゃってて全く受け付けてもらえなかったんね。何回言っても本当ああいうの困るわ。eBay でね私大体がねその強盗に遭ってから強盗の後本当お金困るからと思っていろんなものをバババって売りに出したらもう本当ね10連チャンぐらい詐欺やられたからね。本気で怖いよああいうの。なんか買い物をして向こうが私のものを買ってでその中になんとかカードを一緒に入れてくださいとかって言ってコンビニで買えるなんとかカードを200ドルぐらいのやつを買って入れといてくださいとりあえずとかって言ってくるの。でもそんななんとかカードっていうのはサイパンで売ってないからさ、日本とか他のところでは売ってるのかもしれないけど、サイパンにはそういうカードがなかったから、ダメダメすいません。そういうカードが売ってなかったからね、引っかかりようがないからよかったけど、あれ売ってたら引っかかってたかもしれないよね。ほんと困る。あれはちょっとやばすぎるよね。ああいうの10連チャンぐらいやられたもん。そういう売れたと思ったらまたそういう詐欺、なんとかカードを一緒に入れてくださいって言って私の知り合いのとこにそれをプレゼントとして届けたいのでとかっていう感じで文章は来てたよね。でなんとかカードが分かんないからeBayになんとかカードはどこですかって聞いたらそれ詐欺ですみたいに言われて、そういうことがあった。郵便も届かないのにほんとね、どうにかサイパンは本当どうなりたいのかがわからない。政府が言ってることも本当矛盾が多くて、さっきもね矛盾しているので成り立ってるんだよって言っちゃうリピーターさんもいるわけだしさ、ちょっと悲しいよね。そんなね矛盾ありえないんだけど、ちょっとね普通だったらありえないことでしょ。普通だったらちょっとね勘弁してよって感じなところだと思うんだけど、あとね結構矛盾なことが多いんだよ。どれだっけどれだっけな。
けな、なくなっちゃった。書いて止めといたのになくなっちゃった。だけどさ、若い人たちがこう若い議員さんたちとかがそういう会議とかで発言をしよう、新しい考えを出そうとすると止められちゃうっていうのも、会議終わっちゃうっていうんだからさ、その場で会議が終わっちゃって、その言った人が、若い方の人が誤りのメールみたいのをこう後で書かなきゃならない状態になるっていうのは、こりゃ何にも進まないよねっていうのを感じ取りましたね、本当に。これじゃサイパン未来がないなって。今若い人がそうやって頑張ろうとしてるのに、2世代3世代の人がそう頑張ろうとしてるのに、そうやって止められちゃうんだやっぱりみたいな。新しい意見は通らないんだなっていうのを聞くとちょっと悲しいですよね、本当に。本当に島民は観光業どう考えてるのかわからない。本当に進むのかなサイパン。なるさん、それもわかんないですよね。本当こういう状態のことが多いから、観光を増やそうっていうのにはやっぱりいろんな業種が入ってきて、いろんなところが遊べて楽しいとか、そういう風になるわけでしょ。こんだけ何もなくなっちゃったら、やっぱ先に企業を取り込まなきゃいけないんだけど、その企業に対してのヘルプがないんだよね。あるように見えて実は違うっていう感じのことが多いんじゃないかななんて思うよね。だってホテルだってコロナ前だったかな、コロナ前ぐらいだよね確か。ホテル税っていうのがサイパンコさん、日本からは阿波踊りしか来てないんじゃないの。阿波踊り、あれ金八さんがやってるやつですよね。日本からなんか来てるかなって今考えてるけど、なんか来てたっけ。大人数だと阿波踊り日本から来てるんだ。でもわかんないな。なんかこの間韓国の合唱団が来てたけど、阿波踊りはちびっ子たちがやってるよ。この間のテイスト・オブ・マリアナでもやってたし、音が聞こえてた。阿波踊りのダメにゃにゃダメ落ち着かないにゃにゃが、猫ちゃんが落ち着かないですね。なんか大人数だと日本からは阿波踊りしか来てないんじゃない。大人数だとってつながる？つながってんだよね。
阿波踊りって来てるの？日本から？日本から来てるのは分かんないな。ちびっこちゃんたちの阿波踊りはよく見るけど、練習してるのとか音聞こえるけど、日本から、この間もなんかよくわかんないけど、沖縄の人たちがサイパンに来たりしてるって言ってたよ。何しに来てるって言ってたっけな、よくわかんないけど、昔、そうなんだ、日本から来てるよサイパンコさん。そうなんだ。阿波踊りの人たちが着物着て踊るの、阿波踊りの。すごいなそれ。行ってるよ、日本から来てるよ、行ってるよ、行ってるよもうね、最近なんかの団体がいっぱいできてるっていうの聞かないよね。昔はなんか結構いたけど聞かないな、あんまり。とにかくね、企業がね、ほらなるさんも言ってたけど、口紅一つ買えない、リップスティック一つ買えないんじゃね困るみたいな。でもグアム経由でだったらグアム行くよって言ってたから、今回のやっぱり飛行機スケジュールを考えると、乗ってみたら初めて辛いって分かったって言ってたし、お相撲さん来てないね最近ね。最近ねっていうか、最近知らないけどお外に出てなかったから、ずっと。前は私店閉める前は来てましたね。うちの店も来ていただいてたから。そう前はその後は閉めちゃった後は分かんないや。閉めちゃった後はどうなってたのか分かんないし、閉めた後1年2年ぐらいでコロナになっちゃったから、ね、全国的にじゃなくて世界的にコロナになっちゃったから、2年ぐらい後には。だからその辺は分かんないけど、お相撲さん来てたよね。お相撲さん練習ではないと思うから、休息休息だと思う。それこそね、昔はそのまた昔は野球の人たちも来てたでしょ。お相撲さんハッスルしに来てるんだよね。ハッスルしに来てるの？ハッスル？お相撲さん休息じゃないの？多分ゴルフとかしに来てんじゃないかな、多分。分かんないけど、うちに来てくれてた人たちはおとなしく飲むような人ばっかりだったから分かんないんだけど、なんだっけ、名前忘れちゃったな。その禁酒の人たちと一緒に来たりしてたよね。禁酒って言うんだっけ、ああいう
なんて言うんだっけ、禁酒って言うんだよね、忘れちゃったけど、それ元の人たちっていうの、そういう人たちと来てたりしてたよね。もっと言えばほら、昔のハファダイホテルなんかは野球の人たちがこう来てたわけでしょ。そのグループ名はわからないけど、練習場になってたわけでしょ。練習場っていうかサイパン、日本の冬になるとサイパンにみんな来てたりしてたのに、なくなっちゃったでしょ、そういうグループも。まああれは昔すぎるけど、結構ね、サイパン芸能人の人なんかもね、お休みになると来てたりしてたんだよね。意外と見つからないからって、グアムやハワイだと見つかるけどって言ってた人たちもいた。サイパン見つからないからいいんだよねっていうような人もいっぱいいた。変な感じでじゃなくてね、普通に来ててもサイパンだと人と会わないで済むからって言ってたよ。反町くんいましたね、昔ね。昔その昔ですね。それはそんな昔だったらキムタクだっていたしもう結構いろんな人来てたのよ、サイパンって。今でこそね、今の方が誰にも見つからないけどね、多分誰にも会わないで済むよね、サイパンね。それこそ本当芸能人の人がビーチにいてもプライベートビーチで誰にも見つからないで済むよね、きっとね。本当に昔はね、本当いっぱいいたけど、今はね、何にも本当に聞かなくなったよね、そういう話をね。なるさん、あれなら誰もわからないビーチわかんないよね、本当にわからない。健介はすぐにわかる、後ろ姿で。健介って誰？健介わからないな。健介すぐにわかる。健介誰？OK グーグル。健介誰？健介という名前の連絡先が見つかりませんでした。健介、北斗晶の旦那。なるほど。北斗晶の旦那さんだ。来てたんだね。あの人たちも来てたりしたんだね。北斗晶ってなんか大変だったんだよね。で、あの夫婦仲って本当にすごい異常なほどに仲いいよね。見てて微笑ましい。最近出てないのかな、あんまり見ない気がするけど。
ごい仲いいのが微笑ましいよね、あの2人はね。ほんと昔はね、いろんな人来てたと思う。でもそれでもほら、なんかサイパンってそんなにバレないんだよね。キャッキャキャッキャ言われないっていうの。がんだったような、そう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 、乳がんだったかなんかだと思ったよね。で切って治ったんだよね。なんかそのエピソードかなんかを話してて、仲睦まじいなっていう感じだったのがたまにある、記憶にある。父がそうね、乳がんだったような気がするな、確か。そういう覚えがあるね。結構そういうんでテレビ出てて見た覚えがあるもん。結構昔は本当に日本人が多かったもんね。ゴルフに来るだってゴルフに来る人だって今、ね、うねさんとかは荷物ないのか荷物預け荷物ないのかな。預け荷物この間ユナイテッドのページ見てびっくりしたけど、ゴルフとかの人にゴルフバッグ、あれちょっと書き方が良くないよね。1個分入れた料金にもともとすればいいのに4000円ぐらいなんだからさ、1個プラス4000円って書かれるとなんかって思うけど、チケット代に入れられちゃって書かれてたらそんなに4000円なら気にならない金額だと思うんだけど、別途4000円って書かれると1個目のケースからあれお金かかるんでしょ。あれちょっと微妙だと思うんだよな。サイパンコさんに荷物ありません。なるさんかからなかったよ。なるさんかからなかったよ。かからなかったの？なんか書いてあったよ。だって4000円って。またガセネタを使わされるところだったって。ガセじゃないって。だって書いてあったもん、ユナイテッドのとこに1個目から4000円って。チケット代に入ってたのかな。なんか4000円プラスって書いてあったもん、1個目から。多分ビジネスはかからない。昔ノースウェストの時はビジネスは2個 OK とかっていう感じで、普通の人は1個 OK で、今はユナイテッドは1個目から4000円って書いてあったんだよね。ちょっと待って、 OK Google、 ユナイテッドエアライン荷物料金はかかる？ユナイテッド航空では基本的に受託種荷物、預け荷物には料金がかかる場合があります。ただしいくつかの条件によって無料となる場合や料金が変動する場合があります。主なポイントは以下の通りです。受託手荷物、預け荷物、
無料許容料。一般的にエコノミークラスでは1個または2個まで無料で預けられることが多いですが、路線の距離や運賃の種類、ベーシックエコノミーなどによって異なります全然わかんないじゃん。じゃあこんな回答すっごい長いんだけど、この回答かかることもある、かからない、チケットによるみたいですね。チケットによってお金、そう、サイパンコさんそうみたいです。チケットによるみたいですね。チケットによってツアーだと込みなんかなって、そうなんかチケットによるみたいです。チケットの種類によって手荷物料金が1個かかるのと2個無料なのとあるらしいです。一般的に機内持ち込み荷物は22センチ ×35 センチ ×56 センチ、だからちっちゃいケース、あれだよね、ちっちゃいガラガラ、それと身の回り品はその他に身の回り品で22センチ ×25 センチ ×43 センチ、だからバッグやなんかが無料っていうことなんだよね。安いチケットの人だとなんか格安みたいなチケットだとサイパンコさんガラガラねガラガラ、はい、スーツケースねガラ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 って通じたでしょ。ガラ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 だと OK なんだよね。ガラガラだと無料で、ガラガラじゃないと1個かかっちゃう。チケット代のチケットになんかベースがあるのかな。ガラガラって言わない？ガラガラ言わないのかな、普通の人は。ガラガラちょっとおかしかった。スーツケースね、ちっちゃいスーツケースはだから無料で飛行機の中に持っていけるみたいね。この間だから預け荷物はプラス4000円って書いてあったのはチケットの種類によるみたいね。最近はこのなんだっけ、火炎樹がめちゃくちゃ咲き始めましたね。今満開なんじゃないかな、多分。ばあちゃんの買い物のやつもガラガラだよね。そうなのか、あれもガラガラって言うんだ。あれ押し車とかじゃないの？あれもガラガラって言うんだ。今火炎樹がバーッと咲き始めて、うちから見ると結構火炎樹オレンジ色が満開になってきましたね。最近ね、プルメリアの花の木が少なくなった。なんか昔はポン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 ってあったのに、どこにでもあった感じだったのに、ガラパンの中にも本当になくなった。昔いっぱいあったような気がするんだけどな。ちょっと待ってください、お水飲みます。なんだろうこれ、今日体痛いわ本当に。お姉さんになってきてる、なんか。すみません。何にゃんにゃん、どうしたの？どうしたの？
ダメよ。ダメ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 って。下行って下行ってあっち行って下行って。はい。サイパンコさん、プルメリアはラストコマンド。あ、そうなんだ。ラストコマンド行くとプルメリア咲いてるのいっぱい。1本2本ならこの辺にもあるけどすっごいダメがいっぱい来た。いっぱい来たよそれ。いっぱい来たよそれ。なるさんちょっとにしてくれたのね、ありがとう。ラストコマンドに行くといっぱいあるの？ラストコマンドってバンザイより手前よね。手前よね。グロットとかバンザイに降りていくとこより手前よね。先だったっけ？結構遠いや。大体がマリアナより向こうだもんな。マリアナホテルまででも遠いなと思うのに、マリアナリゾートホテルあそこまででも遠いなと思うのに、あの先だもんね。遠いな。ラストコマンドか。そこにプルメリアがあるの？なんか結構ガラパンにもパパパパって2、3本立ってた時がまとまってね、プルメリアが立ってたところがあったんだけど、最近なくなったよな。万歳左曲がるところの右側、あの辺か。あっち行くところの右側なのね。よく知ってるよね本当に。あんな方行かないもんね私。ほぼ行く用事ももちろん向こう側にはないし、ほんと行かないんだけど、万歳左曲がるとこの右側か結構あるわ。最近ね、ママチャリを乗ってる人が多いのね。 Google マップ見ましたからありがとうございますありがとうございます。最近ママチャリ乗ってる人が結構いるのよ。普通の人多分トレーニング姿してるから、トレーニング姿でママチャリ乗ってる人が結構いるの。私今日4人ぐらい見たもんね。ママチャリっぽいやつって言った方がいいかな。あれ多分ギアとかついてないからめちゃくちゃ大変だと思うんだよね。あれビデオ撮っていいのかどうなのかをちょっと考えちゃったんだけど、後ろからなら撮っていいのかな。もうあれめちゃくちゃ大変そうだったんだけど、遡るのにももちろん大変そうだったんだけど、普段のところでめちゃくちゃ大変そうだったんだよね。普通の道路でママチャリかなってもう二度見しちゃったもん私。昔はママチャリっぽいの乗ってる人っていなかったから、スポーツタイプのやつを乗ってる人の方がいっぱいいたから、ママチャリが売れてるならハブステップ売れるかな。なんだハブステップってなんじゃそりゃ。 OK Google、 自転車のハブステップって何？自転車のハブステップは自転車の車軸ハブに取り付ける棒状のアクセサリーです。主にアスタリスク2人乗りをする際に。分かったアクセサリーなんだ。自転車乗ってる人本当に多いし、多分夕方私外にいたりすることが多いから、
人乗りできるやつ、2人乗りでできるのかわかんないけど、ママチャリっぽかったよ。ギアがついてる感じのものじゃなかった。あれ普通にママチャリだろうなって。2人乗りだったかはわかんないけど、前にカゴがちょっとついてる感じのやつだったよ。小さめのカゴだけどついてる人を乗ってんの4人ぐらい見た。いやこれサイパンで大変だろうなと思ったママチャリは。電動バイクなのかなあれ。ハブステップが2人乗りできるバーみたいなやつ。ハブステップは車軸のことを言うんでしょ。車輪のことを言うんでしょ。車輪のこういうバーのことを言うって今言ってたよ Google が。だからそれにそこをつける。それを何するんだろう。何するそれを。なんでサイパンコさんはそんなの売ってるの。そのハブステップを日本で売ってるの。ダメだ、伝わらない。なんだそれ。ハブステップに何かをつけるアクセサリーを売ってるってことかな。じゃあハブステップにつけるアクセサリーを売ってるのかな。難しいな。だってあれ建築屋さんじゃなかったっけ違ったっけ。あれれれれ。アクセサリーは捨てて、アクセサリーっていう観念は捨てるの。じゃあ車輪だ。車輪を売ってるの。車輪を売ってるってことかな。落ちた。落ちた。ちょっとごめんなさい。よいしょ。すいません。車輪を売ってんのかな。なるさん笑ってる。この辺の家賃まだ高いんだろうな。安くしないんだろうな。後輪の車軸につけるバー、2人乗りするのに、足置きをするバーね。こう立って乗る、後ろの人が立って乗るバーあれ売れたところで3個とか4個じゃしょうがないでしょ。4人ぐらい見ましたよ、ママチャリ。4人ぐらいママチャリ見た。これでも今思ったんだけど、あれ電動バイクなのかな、電動自転車なのかなとふと思ったけど、違うかな。電動自転車じゃなかったらね、大変よ。キャピタルヒルとか登るの。それそれね、やっぱそれね、その足に乗せるところね、やっぱそれだった。4個とか売れても、4個とか10個とかの単位で売れてもダメでしょ。だって日本で買った25ドルで売るで4個売れてもうダメでしょ。だって自
転車屋さんって自転車屋さんってないかもしれない。あるある、タロスの中にあったな、自転車屋さん。そういうパーツを売ってるとこ、自転車のパーツを売ったり直したりしてるところがタロスの中にありましたね。昔だけど今は知らない。今は分かんないけど昔はタロスの中にあって、そう自転車売ってた。500円くらいじゃなかった？わからない値段は全くわからないけど、そういうパーツを売ってるところは一箇所ある。前はね、今はやってるかどうかわかんないけど、ミドルロードのとこに一軒ありましたね。今やってんのかな。そこ名前がそこのスーパーっていうかそこのお店自体が名前変わっちゃって違う名前になってたのは知ってるけど、中には入ってないからわからないんだよね。500円ぐらいで買って、日本で500円で買ってサイパンで25ドルだってまあ20ドルは儲かるけどね。でも4個じゃダメでしょ4個じゃやっぱね、サイパンで需要があるものっていうとやっぱりあれじゃない、発電のものとかちゃんとあったらいいなっていうのは、太陽光の発電とか蓄電をバッテリーにするでしょ。バッテリーからこう取れるようなやつをこう簡易的に簡単な誰でも使えるセットで売ってたりするじゃない。日本だと2万円ぐらいで、ああいうのがやっぱあるといいんじゃないのって思ったりするね。ドライブレコーダー、なんだっけ、GoPro ね、GoPro はなんかすぐ売れるらしいよ。うちにもね GoPro みたいなやつが2つあるんだけど、まだ1回も使ったことないんだよね。もらったやつがね2個あるんだよね。使い方がわからなくて使ったことないんだよね。海の中にも行けるっていうのもセットで入ってたんだけど、どうやって使うのかがよくわかんなくて、大体が充電の仕方もわかんなくてちょっと使ったことないんだけど、ちっちゃいカメラ GoPro はすごい売れるって言ってた。今はないって言ってた。売ってるところが GoPro 売ってるところが言ってましたね。サムに GoPro あげたら喜ぶかな。喜ぶでしょ。私も喜ぶよ喜ぶんじゃない、普通に。日本でサイパンにあったらいいなっていうのはやっぱり100均とかは需要あると思うよね。今の時代不景気になってきてるから。でも100均のものって仕入れとかが50円とか70円とかなんだよね、あれ。まあ安いものだと20円とかのがあるらしいけど、あれをやっぱサイパンで売るには
それなりのひまわりさんでもやってるけど、今いくらなんだろう。ひまわりさんで2ドルぐらいなのかな。一時期1ドル65だったけど、今ね円安になったから1ドル50ぐらいでできそうなもんなんだけど、ああいうのが充実してたらいいよね。砂金何砂金、私砂金なんて言ってないよ。100均100均のこと。100円均一ね。口が回ってないから先に聞こえたね。私の YouTube を翌日ね、毎日字幕を入れたりしてるんですよ。そう、100均です。100均です。先に聞こえた？翌日字幕を入れる作業をしてるんですよ。まあ自分でじゃないんだけど、自分でだけど、字幕にするのは YouTube が勝手に字幕にするんですけど、ほぼほぼ私の日本語をちゃんとやっぱり読み取れないもんね。だから翌日に英語とか中国語とか韓国語にの翻訳を入れるんだけど、でオートマティックで入るから、どうやって翻訳されてんのかなっていうのがすごい不思議で、かなり適当になってるだろうなって。私の滑舌が悪いからいけないんだけどさそう、滑舌が悪いからいけないんだけど、本当にね、日本語字幕にした時にだってちゃんと拾ってないもんね。日本語字幕をこうつけてみると、うわって思うからすぐに消してしまうんだけどね。それを直す気にはちょっとなれないよね。大変すぎて。滑舌が悪くなければちゃんと拾ってくれるんだろうなと思うんだけど、最近ほら韓国の人とか中国の人が結構見てくれてる割合が多いから、ちょっと心配になって見てみたんだけど心配したところで直すには時間がかかりすぎるなと思ってそのまんまにしてあるんだけど、もう YouTube のオートで字幕が出るようにしてるんだけど、これね、同時この日本で YouTube をやってる人は英語とか同時でこうライブの時に同時で英語字幕が出るように設定ができるんだよね。ここだとできないんだよね。なんかいろいろ調べてみたけど全然できない。字幕も出せないし、やっぱり次の日にライブの状態だとできなくて、英語を私が喋ってれば日本語には変わるみたいなんだよね。それもダメなのか。それもダメなんだ。なんかね、ソフトを入れないとサイパンだからできないよサイパンだからってついちゃうのがあれだよね。なんかね、できないみたいで、日本だと
英語にこうそのまんまライブの時に英語にこうバーって出るように YouTube 設定ができるらしいんだけど、ここだとなんかできないんだよね。なんかねツールを使わないとダメみたいで、ちょっとね諦めましたね。難しすぎて。もっと簡単にできればやるんだけど、そういえばサイパンコさんなるさんどうもここに VTuber キャラクターを入れた方がこう私のチャンネルを来た時に誰かが喋ってるんだってすぐ分かるから人が残りやすくなったりするんだっていうことを聞いたんだけど、ここにいた方がいいと思う？いない方がいいと思う？いた方がいい。ワイプみたい、そうワイプみたいの、そうまあワイプみたいのじゃないけど、私がいるわけじゃないけど、VTuber がいるの誰かが喋ってる、猫が喋ってたりする感じ。ダメ？いて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 っていていいと思ういて、まあ、設定するのは結構難しいみたいなんだけど、なんかまあそのキャラクターを選ばなければ簡単にこう持ってこれるみたいなんだけどね、キャラクターを選ぶと結構こう作るのが結構難しいみたいで、どうしようかなって思ってんの。この画面だけをパッと見に来た人はこの景色しかまず映ってないじゃん。だから景色の番組なんだと思ってどっか行っちゃったりするじゃない。そういうのをしようかな、どうしようかなって今思ってるとこなんですよ。それしたらサイパンコさん、それしたらパソコン耐えられる。そういうこともあるのか。なるほど。そっかパソコンが、パソコン耐えられなくなっちゃうのか。なるほど、そういう問題もあるのね。そうすると動かなくなっちゃったりするか、重くなって。うわー、頭いいね。そういうことも結構知ってるんだ。うねさんは、うねさんじゃなくサイパンコさんはそうなんだ。そっか、パソコンも耐えられなくなる可能性があるのか、ああいうの入れると。なるほど。そうするとちょっとあれだね、パソコン耐えられないかもしんないね。私の頭と同じだから、違う人になってる。違う人に、サイパンコさん違う人になってるよ違う人になってる。違う人になってきてるよ私のおかしいね。そっか、パソコンが耐えられなくなるっていう可能性の方がでっかいね。そうだよね。すぐこの子
くじけるからな。今日もね動画を入れようとしたら読み込みませんとか5回ぐらいやられたからね諦めちゃったんだよね。この間はOBS を使ってて毎回録画をしながら配信してたから、それが負荷の原因だったっていうことが分かって全部それを削除したでしょ。その後はそれをしてないから何が負荷がかかって今回は動画がいかなかったのかがわからないんだけど、明日ちょっと1日かけて見てみたいと思うんだけど、パソコン詳しくないわよでもそんなこと全然考えなかったもん。パソコンが動かなくなっちゃうなんて壊す専門です。似てるかもしれない。本当だよね、すぐ壊れるよねパソコンとかってね。最近は長く使ってますね。最近というかここ10年ぐらい使ってますね。ずっと同じの。いやーそっか、パソコンに負荷がかかっちゃうから今度配信ができなくなっちゃったりするのか。そういう可能性はあるよね。いずれにせよそれはまずいね。 VTuber をこう出しておくっていうことがどれだけ重いのかを見てみないとダメだね。そうするとなるほどね、そんなこと1ミリも考えなかった。なるほど、そっかそっかね。でもそう画面にいたらほんといいのにねって思ったのよ。言われてね。この間ね、あとコメントが来てて結構コメントが重かったりしたからちょっとねそれで落ち込んだんだけどそれ昨日一昨日言ったけどそれから来ないな。誰か送ってるって感じなんだけどわかんないんだけどね。もう初めは一生懸命考えながらWindows 98じゃないよ、98じゃないと思うよ。98？ どこでわかんないWindows 98じゃないと思うけどWindows なんだっけ違うよ。 Windows なんとか10ってなんだっけ。なんとか10 Windows 10ってある違う。もう最近パソコン詳しくないわ。全く詳しくないんだけど Windows 98なるさん生まれてないよね多分ね。 Windows 98知ってるかな。知ってるかな。今は何なの大体が。今は何。サイパンゴさん今は何なの Windows。 OK Google
最近の Windows は何が主流？現在の Windows の主流は Windows 11です。2021年10月5日にリリースされた Windows 11は Windows 10の後継バージョンとしてより洗練されたデザインやWindows 11、Windows 10とか Windows 11、Windows 10だったのを Windows 11になったんだ、したんだ。アップグレードしますかっていうのが出て、アップグレードしたら Windows 11になったってやつよ、これ。今使ってるの、この子そう、Windows 11。ちょっと待ってね、水飲みます。知ってますよ、見たことないけどねってなるさパソコンは詳しくないんです。自宅のパソコンは5年前から電源が入りません入れてないんだ、電源。ねえねえ、ダメねえダメお水ください。ダメよ。自宅のパソコン5年前から電源入りません、入れてませんなのかな。自宅でほぼほぼ使うことがないってことでしょ。会社で使うぐらいできっと入らないの。たくさん押しても入らないんだ入らないんだ。そりゃもう放電もしてあるってことだもんね。放電もしといて、放電してあるんだよね。まさか電源つなぎっぱなしじゃないよね。電源放電してもまだ入らないんじゃなんかおかしくなっちゃってるよね、もうね。会社とかでは使ってんのかな、パソコンを。会社とかでは。会社とかでは使わないのかな。使わないのかな。電源入れっぱ、電源入れっぱ会社に行きませんって会社に行かないってもう本当に会社に行かなくて済むのはいいよね。会社に行かないんだ。本当に面白い。なるさん、携帯ばかりで PC 全く使わない。パソコン使わないんだ。携帯で事が足りちゃうことが多くなりすぎたからだよね。自宅が事務所なのね。なるほど。全然パソコン使ってないんだ、全然。でもね、パソコンを使わなくても携帯で事が足りてしまうっていうことの方が多いよね、きっとね。今の時代携帯が進化しちゃってるからね。iPhone 使ってる人なんか特にそうなんだって聞くけどね。 iPhone は
最近使ってないけど、iPhone4 ぐらいまで使ってたんだけど、今はサムソンにしたんだけど、サムソンも先週かな、なんかアップグレードしなさいって言われて、アップグレードしたらなんか画面がね広がんなくなっちゃったんだよね。隣のお部屋が会社、便利だね、それ超便利、めちゃくちゃ便利。これは便利だな。なんかね、サムソンのアップグレードがなんかねバグってるような気がするんだよな。ちょっと画面がこう指でさって広がってたのがさって広がんなくなっちゃった。そのアップグレードをしたら、アップロードか、アップグレードじゃないわ、アップロードをしたらそうなっちゃったね。なんかおかしいんだと思う、これ。明日はちょっと日曜日で、ちょっと明日はねパソコンの整理をしようと思っているので、明日配信できないんじゃないかなって。ちょっとね動画を入れたいんだけど入らなくなっちゃったので、さっきも話したけど、動画を携帯からパソコンにまた移す作業をしてて、前は原因が分かったんだけど今はちょっと原因が分かんないのね、なんでいかないのか。明日ちょっとまたパソコンを、明日土曜ね、明後日やろう明後日やる明日土曜か。今日土曜だとばっかり思ってた。なんでそう思ったんだろう。今日金曜日だ。それで明日日曜じゃないのね。あれ、なんで今日がもう今私のカレンダーの日付が土曜になっちゃったから、明日日曜と思ったんだわ、きっと。そっか、明日はあれなのね。携帯が動かないわ。なんで？145円いったのかな今日。なるさんちょうど安い時に来たんだね。ならよしってサイパンは土曜日です。サイパンも土曜日です。携帯をパッと見た時にすでに土曜日だったからそう思ったんだ。そうか、今日金曜日だドル円が動いてますもんね土曜日じゃないんだ。そっか、なんか勘違いしてました。もう145円いきそうな勢いですけど、145円20ぐらいで帰ってこなかったら147円ぐらいまでいっちゃいそうだね、これね。うわーって感じ。なるさんちょうどいい時に来たね。ちょうど円が高い時に来て、ちょうどいい時だったんじゃない？なるさん、いや失敗だわ。何が何が失敗だったのか。なんか失敗したのかな今。
何か失敗したの？わからない。それだけじゃ。ドル口座使ってたから、円が高い時に、円が高かったんだよね、こう2日前までぐらい。円が高い時にドル口座使って、失敗だね失敗だね。円が高い時はどっちでもあんまり変わんない。そんな、だって1万ドルとか2万ドルとか使うわけじゃないから、ほぼほぼ変わらない。ほぼほぼ変わんないかな。100ドルぐらいとかだとそんな変わらないかな。1万ドル2万ドル使うとなるとね、変わってくるけどさ。そうなんですそうなんです。でもドル口座使ってたの。ペーパル持ってるって言ってたもんね。そうなんです、そうなんですやっぱり反応してる。やっぱり反応してるなるさん、なんか言いたいのなんか言いたいのかな。なるさん、なんか言いたくて止まってんのそれ。どうしたの？どうした？大丈夫？大丈夫かなほぼ言ってるって、それ。ほぼ言ってる、それほぼ言ってるね、それね。なるさんも分かった感じなのかな。じゃあ太郎さんも深夜さんも来ないね、そういえばね。そういえばそうねえ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 って何すんの？ねえねえねえってね、何か言いたいことがあるのかなって感じですね。なんだっけ、何の話してたっけ。ドル口座ね。ペイパル使ってるとか言ってたよね。ペイパルのドル口座。両方あると便利は便利だよね。ドル口座と円口座、両方持ってる人は、そんなに海外行かない人はそんなにいらないと思うけど、ドル口座便利だよね。安定してればね。最近は141円から145、6円ってところでうろうろしてる感じだしね。便利は便利よね。なるさんはいろいろそういうのが得意なのかな。じゃあそういうなんつうんだっけ、そういう何か分散型みたいな感じ。投資とかなんだっけ、NISAやってるって言ってたもんね。うねさん、そう、うねさん、
そうなんですそうなんです全然なんですよ、なるさん。なるさんもうそうなんです。何かひらめいた感じ、なるさんね。ちょっとお水飲みます。昨日じゃないな、3日前ぐらいの動画に、私今日動画をこう見てて整理してて、自分の方の動画を整理してて、3日前か4日前ぐらいの動画に、これしゅうちゃんじゃないのっていうのが、タクシーで、多分中に写ってる人がバングラデシュの人だったんだけど、これタクシーのシエナだったし、シエナだかわかんないんだけど、白いタクシーだったし、これじゃないのとか思ったのがあったんだけど、それも今日動画に入れようと思ったんだけど入らなくて、ちょっと断念しましたね。しゅうちゃんを探せるの、これしゅうちゃんじゃないのと思ったのがあったんですよ、何日か前の動画で。飲むときはお水飲みます。タバコのときはタバコを吸います。言わないよね言わないっけタバコダメで落ち着かない。猫が落ち着きませんね、今日。あれ、ご飯あげてないのか。どれちょっとごめんなさい。ご飯をあげてない。夜された。ちょっと聞こえるよ。あれ、ちょっとお待ちください。にゃにゃにご飯あげてない。ご飯だ、きっと。すみません、少々お待ちを。
ね。ごめんごめん。はい。どうぞ。どうぞ。出てましたね。うんね。ごめんごめん。よいしょ。すいません、お待たせしました。ご飯あげるの忘れてました。だからこう何回も何回もパソコンにジャンプしようとしたんだ。それはね、怒りますよね。いやニャニャがなんでそんなに来るのかと思ってたらそういうことでした。お腹空いてたんですね、きっとね。いっぱい食べてる今。お腹空いてお腹空いて早くご飯くれって言ってたんですね、きっとね。もう本当に全く忘れててあげてませんでした。いやそんな感じで、明日土曜日で、明日こそちょっと動画をね、撮ってきてある動画が出せないと、私的にもちょっとなんで撮ったのよって感じになっちゃうんで、ちゃんと出したいと思うんですけど、あらそうなんです。攻撃ありがとうございますありがとうございますね。もう本当にちょっとニャニャがなんでまとわりついてたのかが分かりました。食事でしたね。まあそういうことで、明日はちょっとなんかなんだろう、特にこれといって話すことはないんだけど、ないと思うんだけどそうなんですの嵐がすごいですねサイパンで今まであったようなこととか、そんな自分の周りであったようなこととか、今日ね、昔のスタッフとかにもあったんで、いろんなことをちょっと思い出したこともあって、明日はそんな話していけたらなと思ってます。口が回ってないそんな感じです。なるさん、うねさん、さんこさん、ナバルさんと、タカさん、あれタカさん、あれまるまるもりもりさんね、コメントありがとうございます。もしよかったらね、皆さんももしよかったらコメントいただけると嬉しいです。気軽にコメントしていただけるとありがたいです。また明日ライブ配信をなるさん、うねさん、うねさんなるさん、うねさん、うねさんって言った私すいません。今日もありがとうございました。明日もそんな感じで配信していきたいと思います。よろしくお願いします。なんだっけ、いいねボタンと、チャンネル登録できたらよろしくお願いします。こんな感じで、
ではではまたまた失礼いたします。みんなありがとうございましたすいません、失礼します。